今日はちょっと紹介したい器具をおすすめしていきたいと思います。いろんな使い方があるのでぜひ見てください。大丈夫かな今日紹介する器具はこちらです。セラフィルターって言って有田焼のフィルターになるんですけど、これはちょっと珍しくてペーパーフィルターじゃないこのまま使えるフィルターです。これはティーもできちゃいますし、あとはなんとアルコールとかも実はできます。今日使うコーヒーはですね、この私のお気に入りのコロンビアリサンドロを紹介したいと思います。このコロンビアのリサンドロは去年も出してたんですけど、今年はちょっとまたリニューアルしてすごく去年と同じように穏やかさはありながら、すごい派手っていうわけではないんですけど、ライムとかとちょっと清涼感のある感じのコーヒーになっていて、夏向けなコーヒーかなって思います。あとコーヒー以外にもティーとかも入れれるので、ちょっとティーの紹介します。こちらです。カスカラコーヒーチェリーティーって言って、このコーヒーのチェリーがあるんですけど、このコーヒーチェリーの皮と実の部分を使って作ったコーヒーチェリーティーで、中に入っている種子は、コーヒー豆になります。なのでこれもエコです。それでは今からコーヒーとチェリーティーを作っていきましょう。これとコーヒー豆をで、あれ入れたことある？セラフィルターで。セラフィルターで入れてもらったら飲んだことはしてる。じゃあ買ってくれてその場で入れて飲む。それはリアル。かなりリアルな。引いていきます。カナダに行った時にコーヒーがすごい好きになって、でそれからコーヒーのこともっともっと知りたくなってヨーロッパに行ってる時期がありました。そこでスペシャリティコーヒーに出会って、すごいコーヒーの魅力にどんどんハマっていって、でそれから海外で暮らすを知って、ここで働きたいって思って京都に戻ってきました。では今から、コーヒーを作っていきたいと思います。用意するのはもちろんこのセラフィルター。これはセットになっているので、この、スタンドと、ホルダーとこのドリッパーとこの受けが全部3つセットで入ってます。で用意するのはサーバー代わりと上に乗せます。一度お湯を通していきたいと思います。でこれお湯も水がきれいになるのでおすすめです。いい香り。ペーパーフィルターな感じと同じような感覚で入れてもらいます。ちょっと落ちるのが早いかなって感じがするので、もしかしたらもう少し細かくしてもいいかもです。落ちるスピードによって引き目は合わせてもらったらいいかなと思います。これペーパーフィルター使ってないので、コーヒーオイルも一緒に落としているので、ちょっとこうインゴールというかオイルが混ざったような感じの色合いになってます。お気に入りのカップに入れてきます。お気に入りのカップを持ってきました。これも有田のハサミ焼きのカップになります。すごい口当たりが滑らかでおすすめです。いただきます。うまい。そしてすごいリッチ感が出てます。すごいおすすめ。美味しくてちょっとびっくり。でこれなんですけど、2個形があります。実はもう一つがこういった形のもうちょっとちっちゃいのがあるんですけど、これは単体でしか売ってないので、この V60 とかこういう円錐形のフィルターにちょうどフィットするようにできているので、
もし何かドリッパーを持っていたらそれにはめて使っていただけます。こんな感じです。おすすめはでもこちらかな。これめちゃくちゃ美味しい。どうぞ。これめっちゃ美味しい。ちょっと飲んでみて。なんかすごいまろやか。酸とか、どんどん出てくる甘さ。じゅわーってね。では次はコーヒーチェリーティーを作っていきましょう。カスカラコーヒーチェリーティーはこんな感じになってます。これを開けるとこれが入ってる状態になります。で、フィルターをセットします。ドリッパーフィルターをセットして、ここにお店では 9g で200ミリを注いでるんですけど、その場合ちょっとこう溜めて落としているので、もう少し使おうかなと 12g ぐらい使っていきたいと思います。コーヒー豆と違ってすぐに落ちていく感じがするので、このまま200ミリまでずっと注ぎ続けます。コーヒーみたいな色してます。香りは全然違います。すごいこう柔らかいハニーティーとちょっと酸味がかかった香りがしますね。ちょっと飲んでいきます。すごい甘くてハイビスカスみたいな味してます。あとなんかローズヒップがすごい近いかなと思います。ローズヒップってちょっとこうツンとするんですけど、ハニーっぽさがあるのでめちゃくちゃマイルドですごい美味しいです。シェアしたいカスカラティー、これがさセラフィルターで出せるってめっちゃいいね。めっちゃ美味しい。いいよねこの動画を見てくれてありがとうございます。この動画がいいと思った方はいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございます。